で僕は娘さん。そう僕は解消なしでちょっと浮気症なんですね。浮気症なんですね。そうでちょっと可愛い女の子に目がないので奥さんに怒られちゃいますよ。そうY を押してみてください。Y かな。こっちだ。お母さんって呼んでいいのよ。あなたのね、お父さんと私不倫してるから。今度からママになるかもね。本当ですか？ママになるかもしれないから、ママって呼ぶ準備しといて。わかりました。でもいつかこのプレゼントをあげたいですね。ちょっと後で呼び出しちゃおうかな。なんかアプローチとかしてるんすか？いやしようかなと思ってるんですけど、誰も幸せにならないですよそれ。そうなんですよね。きつねさんパン屋さんのこと好きなんだよね。誰が好きなんだろう。今日はねママがねちょっと遅れてくるからねちゃんとやっとかないとね怒られてしまうねんな。パパはとある計画を考えているんだよ。娘に早く話したい。ママが来る前に娘が来てくれたらいいんだけどな。ちょっとね家族水入らずで旅行したいなと思って。ちょっと待って娘電話してみよう。はい、もちもーち。どこいるの娘。今ね、犬カフェでさ、ちょっと仕入れしてたわ。今ね、戻るとこ。パパ寂しいよ来て早く。ちょっと先に話したいことあるからママ来る前に。オッケーオッケー、わかった。じゃあ戻るね。はーい。パパ何してんの？喋っちゃった笑っちゃった。ママさいつも大変じゃないか。だからな3人で遊園地に行こうと思ってたんだな。パパそうなんだよ。パパみんなで遊園地に行こうと思ってたらさ1000万要求されたよ。怖いよ。かかってきたそんなかかってきたジェットコースター乗りたくなかったよ。人生が空港化してる。マおはよマおはよう。大変だったよ。どうしよう。そうなの？何が大変だった？ちょっと一回店に行こう。かなたちゃんあなたどうしたの？その格好はライブでもするのあなた？ちょっとママもどうしたのその格好。なんかあれアリエールの CM シンプルすぎるでしょ。確かにシンプルだなママ。これね、パパが選んでくれたの。そうなんだ。大丈夫かな？ちょっと夜の店で働かさせれないかな。大丈夫じゃないかな。気になるわ。ママちょっと心配だわ。ねなんかあの人の怖いおばさんいたもんね。なんかね。怖いおばさんってうんあれだよ、キャバ嬢の人だよ。そうキャバ嬢の人そうよね。あなたがチュッチュしてたやつよ。違うママそれはもう終わった話じゃないか。出たばっかりだからってばかりにまだ練習なんでよかったらパン屋さんも見てってください。いいそれ見しちゃうわよ。記者来てるから。記者さんどうもこんにちは。ぜひぜひ取材していってください。はいどうも。こんにちはこんにちは。ぜひ撮ってください。よし、みよしゃごめんね、みよしゃ遊びまくっちゃった、みよしゃやばい、これ怒られるかなこれ、みよしゃだけ一人でパン焼かせて。こうね、遅いな。でも、いろんな人にパン配ってんだろうなって思ってんだろうな。またやったら殴っていいよ。ドーナツ。見ててください。これからもごひいきに。違う、うるさいだもん、だって。うるさいんだもん。うるさいんだもん。ねえ、ママママこれ僕たち大丈夫。お前はたたり神か？かなたとパパで相談したんだ。 3人でさ、家族水入らずでさ、遊園地行きたいなって思っててさ。そうだよね。そうね、行ってみたいわね。遊園地行く前にさ、犬カフェちょっと見てよ。いいよ、パパ見たいよ。じゃあさ、ママの車で行こうよ。いいね。ママの車で行くいいわよ。お待たせ、ママ。はい。大丈夫だよ。そうだ、みこさんに連絡しよう。おいおい。ちょっと待ってね、みこさんに連絡する。写真撮ってるババアが。撮ってんじゃね
ごめんママごめんね。まあ許すけど。ママもうおあいこね、お互い殴ったからね。ありがとうママ。大丈夫ですか？あ、じゃあ待ってまーす。ごめんごめんママごめんね。ママ手つなぎたい。手つなげるの？つなげないつなげないのかよ。つなげないおい。喧嘩しないで。喧嘩しないで。こういう犬カフェね。かわいいじゃないか。ママ何かしら。愛してるよ。やだこんなパパこんなところで。こんなとこってだって娘のカフェじゃないか。いいじゃないか。突然。そのね、クッキーはね、美味しいご飯ね。あそっか。パパもっと犬っぽく振るあそうだ。ママそれキーなんだっけそれしゃがむのって。コントロールキーだわ。あ、できた。あーちょっといかついわ。パパ写真撮っちゃおう。パパ我々は伏せって言われたら Z ボタンで伏せをすることができるわ。わかったわ。パパ立ち上がんないで。あ、はい。いいね。伏せだわ。お座りだわ。いい。あ、めっちゃいい。わわわわわわ。めっちゃいい。パパも犬やって。あ、そう。あ、じゃあこれあげちゃおう。Twitch に。スパーバウバウバウ。これちょっと繁盛しても若干困るやつね。そうだな。ねちょっとコンセプトカフェだからね。パン屋もあるしな。うん。まあ、パン屋メインってことでね。ちょっとそうだな。副業だからこれは。あ、やっほー。いらっしゃいませ。いらっしゃいませだわ。いらっしゃい犬ませだわ。カフェです。犬カフェの犬です。ワンえワン。犬カフェの犬ですけど。一行がありませだわ。犬カフェの当店の自慢のワンちゃんです。アイドルワンちゃんです。これじゃなくて、写真あげてたやつ。ぜひ、お前、なんかすごい。犬としてもしてるんですよ。すげえ闇深いとこ来ちゃった。ゲーなんか、伏せできるよね。伏せで行ってみてください。伏せできる。ゲーもできるんですか？はい、伏せできますよ。ゲイ1回1万円です。やったー！狂犬みたいなやついる。安い方なんですよ。あ、そういうゲスト5万が取るから。あ、でもね、所長やばいです。犬カフェ早く来てください。ちょっとまずいことになってます。ちょっと犬カフェ行きたいんですけど、レイネの市民対応行ける人いますか誰か。いいでしょ？足がないです。はい、レイネの市民対応。見たくないゲー見てください。買って困って。わかりました。じゃあ付箋ちょっと見せてもらっていいですか？二人とも。ありがとう。なんかセクハラされたんですけど今。なんで違うよ。僕に言ったよね今。変態。びっくりした。じゃあいい子のワンちゃんの付箋見てみたいです。じゃあ伏せてください。レイネが盗んだの？レイネの盗まれたんじゃなくてX すごいゆっくりバイク借りますって書いてある。すごい大丈夫。それ感情どうなっとるのそれ。どういう感情なん？変なパンツの子も伏自分そんな姿見たくなかった。伏せで言うこと聞かない。Z ボタンよ。Z ボタンだわ。いや押してんだけどさ。こんにちは。言うこと聞かない暴れん坊すぎる。暴れん坊だ。ちょっと所長。何？いや犬カフェ犬カフェ作ってきたんですけど。これが犬たちらしいです所長。やべえ。ねえ見たくなかったよミオシャのそんな姿。不正1個で請求書来ましたよ所長。一回回ってワンもできますわん。あ、じゃあ一回回ってお願いします。いいんですか？お金かかりますけど。いくらかかんの？ワン。いや雑3円です。すいません、団長このなんか今変な動きしてる犬に不正やって不正やってくれなかったのに請求書来てるんですけど、これどういうことですか？失敗了が
ちの犬連れてきます？そう連れてくって何？ペットにもできるんですよ。そうそうそう。じゃあ懐いてる方がいいです。懐いてる方。懐いてる懐いてる。どっちもスバルさんにはめちゃめちゃ懐いてますよ。確かに欲しいと思ってたんで社長考えてくださいよ。頭おかしいならじゃあ2匹とも一旦引き取ります。書でね。マジ？書のペットでちょっといいですか？待って、歩けなくなった歩けなくなった。一匹500万ですよ。大丈夫。すごい。両方で1000万なんですけど。やばいやばい、そんなに金ねえわ。やっぱこれが犬だわ。外にいるのまがいもんだろあれ。そうだよね。外にいるのがまがいものすぎるだろ。どうですか？ありがとうございます。でね、こっちだよ。スワンボート。みおちゃんめっちゃタバコ吸ってねえ、ワンちゃんワンちゃん犬に乗りながら今タバコ吸ってたけど大丈夫そうだよ。ワンワンじゃない。遊園地行きたいよパパ。遊園地行こう。ママ、犬型から人型に戻れるかい？よし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 。おかえり。おかえりママ。パパはさ、この妻をもらってさ、この娘を授かってよかったなと思うよ。何よ。パパあったら何そんな急に突然急にいやちょっと臭いとこ言っちゃっていい話してるとこだよ。あれぐらいだったらね大丈夫。まあそうだね、あれぐらいだったら。でもパパがさ、こんな凶暴でもさ、妻と娘はいつまでも一緒にいてくれるわけじゃないか。まあね、家族だからね。そう、それが嬉しいなと思ってね、改めて。パパ。どうしちゃったのかしらパパ。どうしたの？いつもこんなんだよ、いつもこんなん。なんか危ない仕事で。ちょっとまたそういうさ、なんでそういうこと言うとさ、裏があるんじゃないかみたいなさ。ちょっと今。可愛いからママ可愛い。あ、おいしいおいしい。ありがとうありがとう。浴び。今日シャワー浴びなくてもいいかも。シャワーは浴びてほしいかもね。あ、わかった。浴びるね。いいね。娘嫌わないでくれ。嫌わないよ。もうパパがね、情けなくて臭いのはね、分かってるんだから。そんなこと言うなよ、この全世界で。全世界で。うわ！どうした全世界で使っても大丈夫なやつだ。大丈夫。うん。生き物じゃないもんね。まあ、生き物じゃないから、まあ、オッケー。うん。生き物じゃなければ平気だよね。さあさあさあ。も平気か。うん、無機物オッケー。ついたわよ。やったー。まだね。あ、乗るのね。まあそろそろ降りよう。やったここで食べ物買えるのかしら。これ買えないのハリボテル。ー。ごめん、ママはしゃぎすぎちゃった。ちょっと勢い良すぎた。うん、ごめんね。あっち行くじゃん、あっち行こうよ。なんかね。娘、落ち着もうちょけ。っと先の方まで車で移動しよっか。なんかエッチなお姉さんいるパパ。嘘、ほんとだ。やば。ちょっと。すごい。ママやりたいの見つけた。聞いてるみんな。あ、聞いてるよ、ママ。すごい。ちょっとママやりたいの見つけちゃったんだけど、ちょっと来てよ。あ、やばい。行く。娘、今のは内緒だぞ。バレてなかった、ママには。今取っといた。取るなよ。ママにバレてないってどういうこと？違う、ママ。何やりたいの？これがやりたいんだけどママは。やろうよ。やろう。伏せ。あ、いいね。あー、かなた。ダメだよ、かなた、そんなことしたら。ごめんパパ、壊れちゃった。営業妨害になりますよ。壊れちゃった。なんかちょっと触っただけだもん。ちょっと触っただけじゃないだろこれ。どうしたんですかそんなところまで来て。いやなんか今日暇なんでパトロールでちょっとトイレまで来ようかなと。じゃあ今息抜きの時間あります？ある。ジェットコースター乗ろうと思ってて。乗りたい。いや、一緒に乗ろうよ、せっかくだから。乗れね。乗れた。乗った。ママ。みおちゃんの横になった。あれパパ？え？なんで二人でやめて。ちょっと所長とあれランデブーになっちゃうかな。これ出発するこれ。マジでジェットコースターじゃん。すげえ。
かり。大変やな。ちょっとデート中にやめてよ。おいママ。あ、どうもこんにちは。すごい乗るじゃん。すごい乗ってくじゃん。どうもステップ踏むじゃん。それかっちゃうよ。乗るからそういうことになるんですよ。なにデート中なの？あ、そうデートの今帰りです。帰りなんだ。ママ？今ね車乗ってるんだけどちょっとパン屋に絡ママまれて。違いだそれ。絡まれて。ママ違い。ママはママって呼ばれると入ってきちゃうもんね。いろんなとこでママがいらないから急いでるみたいなんで帰りますね。また今向かってるから待って。すごいわよ。こんな寂れた遊園地でこんなにはしゃげるの多分私たちだけ。いや本当だよな。あ、なんか電話来た。あれ。なんかもしもし。うちのラミーちゃんをね追っかけます。やめてもらっていいですか？勘違いなんですけど。は？勘違いじゃないんですけど。いやいや勘違いなんですけど。いや今小よりと帰っていきましたけど。帰っていきました？うん。じゃあいいです。さよなら。ちょっとブチギレそうだわ。どうしたのパパ？何ですか？バーカ。オッケーオッケー。はい一回帰ろうか。がオッケーなのかしら、ね。帰ろう。帰りました。キャバクラの真のバカはお前。うざいんだけどどうしよ女？キャバクラ行くの？ねえママ、キャバクラちょっと待って。ママさ、マリに電話かけて、バーカって言って切ってくんない？次、娘がかけて、バーカって言って。もしもし？いつもお世話になっております。何ですか？誰ですかあなた？私パン屋の狼美代と申しますが。そうですか？何ですか？うちの旦那のコロネがですね。なんかいろいろわちゃわちゃやってたみたいなんですけど、どういうご関係なのかしら。何ですか？いや知りませんけど。いやあの人ちょっとバカですよね。違うってママ。浮気？大丈夫ならいいんですけど。何ですか？疑ってるんですか？こちらのもしかしてマリンと関係があると思ってんですか？あんなやつとね関係あるわけないでしょ。ママ？そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。はい、では失礼いたします。ママ？大丈夫だったわ。バーカって言っといた。違うバーカって言って切るって言っただからバーカって言っといたって。今のがバーカって意味だったわけ？バーカって言っといたって。じゃあ娘バーカって言って切るんだよ。バーカか？切るよね。ママ怒んないでよ。ごめんね。もう怒ってないわよ。ありがとうちゅ。もうやだこんな娘の前で。あ、そうだよね。あ、どうもこんにちは。何ですか？何の用ですか？うちのあれですかパパなんかと浮気してるんですか？してねえよ。だからなんで昼ドラに巻き込まれて。バーカって言って切られたんだけど。逆バカじゃない。こう侮辱だよ。逆バカ。逆バカ。ねえ乗り込もうよ。そうだな。でもママと一緒に行けないよ。だってなんで？何にもないならいいじゃん。ママもやっぱ着飾りたいわ。やっぱこんなちょっと庶民な格好だったら。じゃあママのドレスを買いに行こうよ。それいいね。ドレス買いに行ってからとりあえず一旦パンが減ってないかパン屋に戻る。そうだパン屋一回戻ろっか。パン屋に戻って服買ってそれで行きましょう。いいや。キツネさんパン屋さんのこと好きなんだよね。誰が好きなんだ？そうだわ。これ6個で今なんだ日10万円なんなんだっけ？は、もしもしパン屋です。あ、もしもし。はいなんか、うんそちらによくキツネの人が来られると思うんですけど、はい。どなたかのことがなんか好きみたいなのってなんか聞いたことあります？どなたかのことが好き？あ、うちの嫁なんですか？あ、わかんないです。でも、まあそうですよね。普通に考えれば、まあ要は片思いみたいな感じなんですかね、これってもしかして。まあそうでしょう。うちは両思いですから、うちの家庭はね。そうってか既婚者の方ですもんね。いや、そうですそうですそうです。困りますそれ。いや、まあでもうん。そんなこと書かれてたんでちょっと、あ、そ
そうだったんですね。ちょっと知らなかったものでちょっと驚いてます。ちょっすいとうません。ちのものにも確認してみますわ。いえすいません、失礼いたしました。本当にありがとうございます。パパこのままで死んじゃちょっとパパはママと話がある。ママさ、パパのこと愛してる？いやもちろんじゃない。愛してるからかなたちゃんができたんでしょ。当たり前でう。しょ。やだかなたちゃんの前で何言わせるの。じゃあちょっと言うけどさ、今記者のポルカ記者から電話かかってきてね。委員長がいるだろ、狐の委員長が。ああいるわね。ああ委員長ね。狐の委員長がなんかちょっと誰かに片思いをしているみたいで。それがうちの嫁なんじゃないかというね。で、それはダメ、浮気してないよな。いやそれはさすがにわかんないわよ。委員長わかんないってなんだよ、わかんないってなんだよ、してないよな。もし私のことをね委員長がもし好きなんだとしても、うん、何もないよな。私はわからないわよ。それはわからないってなんだよ、わからないってなんだよ。だから別にちゃんと結婚してるからそこはちゃんと断るつもりよ。もしねわからないってどういうこと？その委員長の気持ちがわからない。気持ちがじゃあその本物だったらどうするんだよ。やめてされたわけじゃないからね。いやごめんな娘、違うんだよ。だってママがだって優柔不断なんだもん。いやいや告白されたわけじゃないからママは。でも仮にだよ、仮に。仮にでしょ、仮の話じゃないか。委員長さんいつも仮面かぶってて顔見えないからよくわかんないわ。顔の問題かよ。面食いなの。待ってパパがかっこいいってこと？パパはママの基準の中でイケメンだと思って結婚したのよ。パパイケメンな。パパイケよかったじゃん。よかった。嬉しいな、ママ愛してるよ。いやそうよ。帰ろうか。よかった。一旦帰ろうか。病院も行くんでしょだって。でもこれで今回復した娘どうする？病院。娘死ぬかもいつか。あ、じゃあ行こうか病院。娘見てもらいたい。じゃあママ病院行こうか。待って、病院となったら狐がいるじゃないか。だからちょうどいいじゃん。ちょうどよくないだろう。なんだちょうどいいって。いいじゃん。あえてはっきりじゃあさせたらいいじゃん。ママ狐に会ってそそのかされたら言うんだぞちゃんと。一回ずつ言っといたら。じゃあ言っといたらって、じゃあ君が言わなきゃしょうがないじゃないか。いやだって私は告白も何もされてないのよ。だからそんなそういう行為を向けられてるのに。どうして分かってくれ喧嘩してる。ないんだ。どうして分かってくれないな。告白も何もされてじゃあないのに。そうだけどもね。そう言ったってなんか私がちょっと勘違いみたいな感じだからなのかもしれないじゃない。なんか好意を寄せられてるなと思ったらちゃんと言うんだぞ。まあその時はちゃんと言うわよ。分かったか？分かってるわよ。大丈夫よ全く。たくいないといいけどな今。でもママそんなに会ってたんだあの人と。全然会ってないよ。あの人がいや私の耳毛を買いに来るだけよ。だからその耳毛でやられちゃったんだろ。パンを買いに行かなきゃいけないんでした。ちょっと耳毛吸っときましょう。やっぱこの耳毛が一番決まるんですよね。やられちゃったってどういうこと？私の右毛になんかそんな効果があったっていうの？いやそうだよ、なんかもう匂いを嗅いでさなっちゃったんだよ好きに。でもそれママ悪くないじゃん。まあそうよねかなたちゃん。ねでも悲しいわ。そうだよ、ママは浮気するわけね。パパじゃないんだからさ。パパはそそのかされてるだけだって。パパはさっきだってさ遊園地にもいたさビキニのお姉さんじっと見てたよ。双眼鏡で見てたよ、毛穴まで。ママ聞いて。だからママがそういう服着てくれないからじゃん。ちょっとママ怒っちゃったわ。じゃママ違う、これはだってママが僕の欲求を満たしてくれないからこうなってるわけじゃん。そうでしょ。ママがビキニを着てくれたらパパは他の女のビキニを見なくて済むわけ。わかるね。ママビキニ買っちゃおうよこの後。そうだね。だビキニ着てもらおうかな、そしたら。しょうがないでしょ。パン屋なんだからビキニでパン屋やってたらおかしいでしょ。だから海に行こうよみんなで。いいね。それでビキニ着てよじゃあ。そしたら双眼鏡で見るよ。そうでしょ。だから見るのよ。そうだよね。ラブラブじゃん結局。いやラブラブなんだな。よかったありがとうママ。じゃちょっと娘の付き添いで行くよ。ちょっと狐がいないかどうか見張っとかないとな。誰かいませんか？誰もいないね。忙しいのかな？忙しいのかもしれないわね。そしたら救急隊に誰か電話して
来てもらおうか。ママ、キツネはダメだぞ。キツネはダメだからな。キツネはダメだよ。わかったか？これみんなどこ行っちゃったんだろう。こんなガラガラになることあるんだね。みんな今日いるのかな？どうなんだろうね。いやでもキツネしかいないな。もしもし、お世話になっております。パン屋のみよです。誰かいたんだよ。パン屋さん。すみません、ちょっと娘のかなたちゃんが怪我をしてしまってママ、今病院に来てるんですけれども。あ、わかりました。今病院戻りますので、少々お待ちください。はい、失礼しますはい。誰にかけてるんだ？あ、救急隊の方に来ていただけるように電話しといたわ。ありがとう。誰だ名前を名乗れ。名乗れ。ちょっと救急隊としてしか登録してないから誰が来るかちょっとわかんないんだけれども。ママさ、それより冷たくないんじゃないパパに。ママ、それよりちょっと顔にすごい傷できてんだけど、これ何かしら。さっきだってさ、中央分離帯みたいなとこぶつかったじゃん。あ、それではそれしょうがないか。なんかすごい賑やかだな、病院なのに。さっきの話、妻にしましたけどね。妻はやはり私のことが好きということで話がまとまりまして。ああ、いやいやいこっちや、多分迷惑もかけてないと思いますよ、キツネさんも。いやいや、大丈夫ですかな？揉めてる。ね、揉めてる。おい、うちの妻に近づかないでくださいね。あ、妻なんですか？そうですよ、そうですよ。いやいや、全然こうちっちゃい。あなたね、すいませんね。あなたね、僕の妻の耳毛をね、ずっと吸ってるみたいですけどね。だってストレス解消と聞いてるので、もちろんね、いただいたものじゃあはちょっと担吸わせていただいてますよ。当直入に聞きますけどね。はい。その恋愛感情はあるんですか？いや、そんなご結婚されている方に対していやそうそんな感情を抱いてしまうのはね、やはりよろしくないですよね。そうだよ。な。じゃあ何もないということだな。もちろんそうですよ。じゃあ仲良くしてくれたまえ。いや、ありがとうございいるます。中で言わないよ、本当のこと。いや、そんなご結婚されている方に対してそんな感情を抱いてしまうのはね、やはりよろしくないですよね。そうだよな。じゃあ何もないということだな。もちろんそうですよ。じゃあ仲良くしてくれたまえ。いや、ありがとうございます。中で言わないよ、本当のこと。健康には気をつけてくださいね。うちの耳毛をいつもありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。これできてるのか？娘どう思うこれ？どうかな。なんか僕にはそんな風に見えないけど。どうなんだよこれ。全くもう、全くだって言ってるでしょ。いやわかんないもうパパ。アモンガスこれ。アモンガス始まったこれ。いやー、恐ろしいですね。でもいつかこのプレゼントをあげたいですね。よいしょ。ちょっと後で呼び出しちゃおうかな。なんか暴力的な旦那よりかは、ねえ、あんな暴力的な旦那のところにミオさんを置いておくわけにはいかない。あれもしかして委員長恋してる？このときめきは恋だった？耳毛すっとこ。ミオさんの耳毛変態チックだな。ちょっと変態チック。ミオさんの耳毛。タカさんに恋愛相談しようかな。時にルイさん、はい。ちょっと恋愛相談乗ってもらってもいいですかね。恋愛相談ですか？どうされたんですか？いや、ちょっと好きな人がいましてほう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 。なんでそれはけど、あれですか？院内ですか？じゃないんですよ。ちょっと行きつけのお店の人なんですけど。行きつけのお店？そうなんですよ。行きつけのお店ってね。なんですけど、はいはいはいその方ご結婚されてるんですよね。どなたのことですか？それはちょっとさすがにプライベートなので。パン屋さんですか？いや、そんなパン屋さんなわけないじゃないですか。バーストしてる。あれバーストしている。結構その旦那さんがちょっと暴力的な人っぽいんですよね。暴力的な人？なるほど。なので、なんかちょっとバーストしてんじゃねえか。そんなね、暴力的な人の、はいはい、元にいて幸せなのかなという気がしてまして。なんかアプローチとかしてるんすか？いやしようかなと思ってるんですけど、はい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 。ちょっと呼び出しちゃってもいいのかなみたいな。
あ、呼び出すくらいだったら一回いいんじゃないですもういか。いですか。ただ誰も幸せにならないですよそれ。そうなんですよね。遊園地土産のちょっとテディベアとか買っちゃいまして、あとぐらいだったらバラの花一本ちょっとプレゼントしようかなと。バラのそれ花言葉知ってますか？花言葉あるんですか？本数によって違うらしいですよバラは。そうなんですか？そういいですね。でも幸せにならないですよそれ、フグさん。そうですよね。これ49番誰かいけますか？そんなことしてもフグさんは幸せにならないし、奥さんも幸せにならないんじゃないですか、その方も。でもなんかどうなんですかね。なんかでもなんかハロー。アタクシークローズリーは民事かこれ。ちょっとマジで熱っ。何これ。まあ確かにすぐにでも拳が出そうだったもんな。なんか何も喋らせない感じだったな。よし、言いたいことも言えたぞ。いやだから勘違いだって言ったでしょ。よかった、勘違いで。ママさ、あっちの肩持つじゃん。いやいやそんなことないわよ。人様に迷惑をかけるのが見てられないだけよ。パパが迷惑かけてるっていうのかい？かけてるじゃない、どう考えても。まあ、ママは味方してよ。あ、パパパン焼けなくなっちゃった。なんで？目が青くならない。フライヤーしか青くならないかも。そうだよね。オー鍋いなくなった。ブン、オーブンないよね。オーブンなくなっちゃった。僕もオーブンなくて焼けないの。冷蔵庫は開けられる。オーブン消えた。ママ、オーブン消えちゃったよ。オーブンどっか行っちゃった。フライヤーはできるんだよな。あ、娘やってくれてるのか今。今補充中だよ。ありがとうありがとう。在庫がね、いっぱい焼いた在庫あったからいっぱい焼いといてよかったね。よかったよ、さっき焼いといて。あるんだね。あ、パパが焼いてくれたんだ。ありがとう。大丈夫よ。大丈夫だから。ほんとだ。おー、おい。この写真はいかんだろう。修羅場ってる。修羅場の写真を載せるな。しかもさ、娘がめっちゃ可愛いって書いてくれてないんだけど。ダメだろう。マジで全然話聞いてないじゃん、あの人。ほんとね。この写真、まあパン屋の宣伝もしてくれてるし。ママは本当に院長の肩を持つんだな。いやそんなことないわよ。今は普通にパン屋の宣伝してくれるしよかったじゃないっていう話だから。もう知らないパパ。パパパ知らないよもう。パパ知らなかったらどうなるの？キャバクラ行っちゃうよパパ。パパ？店にね、青くんとロボロボがいるらしいからカスタマイズはできるっぽいよ。そうなんだ。やってもらいに行こう。やってもらいに行こうか。ママバイク改造してくるよ。そうなの？ママも行く？でもママはちょっとね、準備をしてから行きたいから、田舎カフェに。ママ。ね、パパ、これ行って、ここ行って。いいよ、パパ連れてってあげるよ。これで、少し喋ったのですが、DV 受けていませんよね。気になってしまって。DV。たまに殴られることもありますが、それも夫婦の形なのかなってなんかすごくデッドヒートしてる。それは間違っています。そうなのかしら。バカ一家。あ、バカ一家。この女この女よ、この女。ちょっとすごい格好じゃないそれ。なんなのその格好。あんたその刺激が足りないから浮気されんじゃないの？ちょっと何言ってんのやめなさいよ。ちょっと何言い出すのよ。まったく。やんの？ちょっと私は不倫してないか確認しただけでしょ。ママもこういうの着てよ。おい。ママも着てよ。着たいの？いいよ、じゃあ店来る？ママはパン屋なのよ。ちょっとしばいてこっそってなんだ？キャバクラになる。おいおいおい。一緒にポールダンス棒こすりまくりましょう。一緒に。も
ちょっと私なんかちょっとね娘がいるのにそんないやいいじゃない。意外とそれが逆にいいみたいなのあるから逆にむしろいいみたいな。娘も一緒に逆に行きましょう。いや娘はちょっとやらせないわよ。ちょっ娘と親で親ダブルで行ねっちゃおうそれ。ねと娘はやらせないわよちょっと。ダブルポール。さすがに。え、じゃあそんなこともできない、冒険もできないよ。じゃあ旦那を寝取られて当然よね。その程度ってこと。ちょっと待ってよ。口に注意して。うちの旦那をどうするつもりなの？自分で考えなさいよね。なんなのあの女。とんでもないわね。うちのママがほんとすいません。ちょっとやばいわね。このままだとパパが浮気したかも。でもなんかママもちょっと院長先生？あ、はい。今、パン屋ですにいます。こんな院長先生のことを思い出した瞬間に何かしら院長先生。そんな。じゃあちょっとドキドキした。どうしよう。じゃあパン屋。ママ、はい。ごめん。なんか娘が迎えに来てほしそうだったから行ってくるわ。いってらっしゃい。気をつけて。ちょっと待ってて、ママ待っててね。じゃあパパ行ってきます。いってらっしゃい。気をつけてね。行っていらっしゃいのチューして。いってらっしゃいのチュー？いってらっしゃいのチュ強烈。行ってきます。いってらっしゃい。これは大丈夫かな。ちょっとドキドキしてくるな。これ大丈夫かな。パパにバレちゃったらどうなっちゃうんだろう。ママどうしたの？なんでもないわよ。ちょっと外の様子見てるだけ。いってらっしゃい。いただきます。気をつけて。危ない危ない。めっちゃ切り返してる。バオバオ警察官なの？買いに来まし来たの。ありがとう。た。美味しかったから。あと耳毛。どうも。どうも。先生だ。乗ってください。はーい。ちょっとね、吹雪先生と待ち合わせしてて。そうなんだ、ふわぼっこ。よいしょ。そうなんだ。パン買ってって。ありがとね。すいません、お忙しいのに。いえ、とんでもないです。たまにはね、こんな息抜きも必要なのかなって。ありがとうございます。大丈夫だったんでしょうか。何かご心配されてました？いえ、全然大丈夫ですよ。本当。いや、お子さんとかいらっしゃるので、こんな夜中に出て大丈夫だったのかなと。まあ子供はね、もうだいぶ大人になっていますから。もそうなんですね。全然家にもいませんし。そうだ。いや、家にいないことの方が多いんですか？いや、そうなんですよ。もうちょっとね、旦那もね、今ちょうど出かけてるところでして。そうなんですね、旦那さん。私一人でちょっと家をね、見てたんですけれども。着きました。ここは？ここ遊園地です。あらー、素敵。はい、ちょっと一緒によかったらどうですかね。いいですか？手を後ろに組んで走っている姿も素敵ね。ありがとうございます。何がおすすめですの？一応この遊園地おすすめ、このジェットコースターなんですけど、皆さん大丈夫ですかね？そんな怖くないですよ、これ。本当ですか？ならいけると思います。ちょっとお水だけ飲ませていただいて。院長先生は遊園地よくいらっしゃるの？今日初めてスタッフと一緒に来たんですよ。そうなんですか。じゃあここですね。はい、じゃあ乗らせていただきますわ。別のとこ乗っちゃいました。ちょっとなんか別のとこ乗っちゃいましたね。すいません。大丈夫ですよ。先生！どうぞ。お先に。じゃあ失礼いたします。はい。よいしょ。よいしょ。イルミネーションちょっとロマンチックですね。いいですよね、やっぱ夜の。いいですね。ママ？ミオシャの横になった。あれパパ？
朝やめて朝になってきましたわね。朝焼けが朝焼けがちょっと見えちゃって今ちょっと夜更かししちゃいましたね。ちょっとだいねぶ、遊園地で夜を越してしまいましたが越してしまいましたね。ちょっとわあ綺麗な花、ママに持って帰ったら喜ぶだろうなこれ。朝帰りになっちゃいますね。大丈夫本当ですかね。はい発車しますよ。わちょっとドキドキするわこれ。ーいやードキドキしますね。結構ぐるぐる回りますからねこれ。あ、そうなんですか。なんですよ。でも景色もねやっぱ高いとこは綺麗ですね。あらああら、わー素敵。わー怖い怖い。わあーぐる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 わーすごーい。ぐる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 わー景色も綺麗ですね。ねえ綺麗ですよね。すごいすごい。ごい。おー、これまたぐるっと回りますよ。あすごーい。こんなロケーションのジェットコースター初めて。いやーいいですよね。やっぱ気持ちいいですね。気持ちいい。ちょっと観覧車の近くってのがなかなかにスリリングなんですけども。そうですね真横通り過ぎていくのでね。そうですね。あっという間でしたね。あ海辺も行ってみますか。ビーチも。ら行ってみます行ってみます。わーすごい。ボートレースとかやるみたいですね。そうなんですか。なんで今日私を誘ってくださったんですか。そうですね。実は、はい、実はミオさんにお渡ししたいものがありまして。何かしら。これを。ぬいぐるミオさんはもしかすると犬かもしれませんけども、このクマちゃんも似合うなと思ったので、よければ受け取ってください。みいいですか。ありがとうございます。いやすごくやっぱりお似合いです。可愛らしいです。嬉しいわ。ありがとう。こんなプレゼント初めて。そうなんですか。はい。あと何かしら。こちらもよければ受け取っていただけないでしょうか。これをなんだろう。私の気持ちです。ローズ。あらいい香り。こんなミオさんには赤いバラがよく似合うなと思いまして。こんな素敵なプレゼントをいただいたの初めてだわ。ありがとうございます。そうなんですか。はい。つかぬことをお聞きしますが、はい。今の旦那さんとはうまくやれてるのでしょうか。そうですね。まあちょっとたまに殴られたりとかしてます。そうなんですか。まあわざとじゃないのかもしれないですけど、たまにね。まあでもそれも夫婦の形なのかなって思ったり。そんなのダメですよ。ダメですかね、やはり。Y を押してみてください。Y？ Y かな。何かあったら絶対私のとこに連絡してきてください。ふぶきさんありがとう。あなたの気持ち受け取りました。ありがとうございます。すいません、今日はこんな急に呼び出しちゃって。いいんです。私も嬉しかったから。でも私にはまだ旦那がいるから。そうですよね。でもふぶきさんの気持ちすごく嬉しかった。もしかしたらまた旦那に殴られたら連絡させていただくかもしれません。そうだったらもう警察に連絡してください。もう不安でしょうがないです。ヨウさんでしたら医療費もタダなので。わかりました。ありがとうございます。かといって殴られないでください。わかりました。でもじゃあもし殴られたらもうちょっとふぶきさんのところに胸に飛び込んでもいいですか。ぜひ待ってます。いつでも空いてます。嬉しい。日も高くなってきましたし帰りましょうか。そうね。お送りさせていただきます。旦那に怒られちゃうかもしれない。取れない。パパ
パ一個も取れないんだけど。この積んでる花がさ、なんかあれなの、危険なやつなのかい？あ、そうですそうです。それもこれ持ってるちょっとと罰金あります。妻に内緒できちゃったよ。パン屋の前で降ろされるとちょっとあれなんで、さあ、ちょっと近くで降ろしていただいて、ちょっと歩いて帰ります。ありがとうございましいえいえ、た。ありがとうございました。とても楽しかったです。いや、こちらこそ、いただいたもの大事にしますね。ありがとうございました。はいではまた。では失礼します。ありがとうございました。しゃーかーしゃー救急車出せですしゃーハッピーで埋め尽くしてレシピスまで行こうぜ記者さんのアドバイスのおかげで成功しましたよ、こっち。本当ですか？もちろんですともありがとうございます。何を成功したんですか？ちょっと私ちょっと好きな人がいまして、好きな人？ちょっと記者さんからアドバイスもらってちょっとうまくいったんですよ。今日実はデート帰りなんです今日ちょっと委員長先生ちょっとロマンチックだったな。やっぱちょっとパパにはないドキドキ味わっちゃったな。パパには道端にいたら車にひかれて病院に行ってたってことにしましょう。パパもいないじゃないの。うまくジャックされてる、すごく。ママ、はいはい。今から帰るよ。おかえりなさい。まだえパン屋にいたわよ。お店にいる？お店にいるわよ。じゃあ今から帰るからね。はーい愛してるよ。ありがとう。じゃあね。はーい。吹雪委員長とパパの間で揺れる乙女心。あとあれだな、メカニックのとこも行かなきゃいけなかったんだ。うわ、誰が来るかな。誰かちょっと運転荒い人が来たんですけど、怖いんですけど。いやー怖くないですよ、大丈夫ですよ。ちょっと電柱壊れましたけど。パン屋さんじゃないですか。クソ貴様。大丈夫ですか？大丈夫に見えるか。いや大丈夫じゃなさそうですね。ここで直すと少しお高いんですけども、病院まで連れてってほしいですか？いやでもバイクが。そうですよね。じゃあここで待ってくれ、いくらなんだ。そうです、緊急治療になりますんで、はい。まあ80万ですね。まあお願いしちゃおう。わかりました。じゃあちょっと見ますね。ちょっと骨やっちゃってますね。これ冷やしますね。いやもうちょっとパン屋の旦那さん、いや気をつけてくださいよ。本当に妻と何もないのか。なるわけないじゃないですか、そんな。こっちは公務員ですよ。まあそうか。でもなんかちょっと旦那さん暴れるらしいじゃないですか。そんな別にたまに妻を殴るぐらいで、そんな別に殴る。いやたまにちょっとなんか操作ミスでね。ありがとう。なるほど。でもあんまり激しいとちょっと警察通報されますからね。警察来たぞ。気をつけてください。ありがとうございます。壁にぶつかっちゃったみたいです気をつけてくださいね、パン屋さん。気をつけます。これ待って、壊れたかもこれ。元気プルプルしてますね。待って、壊れた。君いっぱい乗るんじゃねじゃあ道を開けてあげた。俺がバイク。もしもし不倫相手？はい。今ね、警察に捕まっちゃって身元引受人がいなくて困ってるの。ちょっと待って。今さ、警察にいるのね。捕まっちゃった、助けて。迎えに行くよ。ラミーちゃんが来てくれないのお願い。迎えに行くよ。何してるんですか今。はい。ちょっと待ってよ。ねえ、分かった。じゃあかなでさん。警察まで送ってくんない？もうこのバイクいいわ。けな。ここじゃないかも。あった、ここだ。オッケーです。大丈夫。迎えに来たよ。撃ちました。すいません、今ここですと田村美子さん死んでるんでちょっと。よそうですか。かったらこれお尻に。よかったらこれでなんとか。これ待って、身元が回復するかなと思って。回復しない。何も回復してない。マリンのすごいんだが。
身元引受人できたんですけど、どこに行った？はい。これどういうことですか？ジェリアムお前ふざけんなお前。ごめんなさい、すいません、すいません。痛い当たってない、当たってない、当たってない、当たってない。対決やめろお前。当たってないですけど。Oh my god。マイガー。違うすまる。聞いてくれ。なんだ。マリンのいや、助けるわけねえだろ。マリン身元引受人にして。身元引受人にして。ちょっと待って。身元引受人がごめんなさい、パン屋ごめんなさい、捕まっちゃったんですけど請求書を送らせてください、パン屋に。警察の警察署。マリン来てもらっていい？パン屋。ちょっとマリンを助けに来てくれたんじゃなかったの？捕まっとるやんけ。あれ。ボタンちゃんどうした？あ、もしもしパパ？警察に捕まっちゃった。ちょっと今警察あ、かなでちゃん久しぶり久しぶり。捕まっちゃったよ。なんでよ。いやわからん。いやごめんな、多分間違えて警察殴っちゃった似たような。もんじゃん。似たような服じゃん。パパそういうとこよ。これさ一回またかけ直すわちょっと。あー、殴っちゃってるんだ。そうなんです。すいません本当に。じゃあいやマリンそうわはかるよ。それじゃあ上場酌量でちょっといやそうなんですよ。送るんで、はいちょっといいですか？飲み物サービスとかでいいですか？ありがとうございます。お願いします。いやー、ちょっと警察の方、ちょっといいですか、ご相談。あ、何ですか？先ほどいた、コロネさん、何ですかパン屋の人なんですけど、はいはいなんかはい。どうやら、妻に暴力を振るってるっていう、え、DV？そうなん、ちょっと DV の疑いがあって、はい。どっち側からも証言取れてるんですよね。あ、はい。はい、もうちょっと旦那さん、怖いですよ。なるほど。ちょっと DV は市民安全課の仕事なんで。いや、ちょっとお願いします。自分ミオさん、奥さんのミオさんとちょっと実は、仲良くて。え？お友達です、お友達。お友達。そう、ご結婚されてる方、もちろんそう。はいはい、はい。ご友人でってこと、ご友人として相談されてるって感じで。そうなん、ちょっと実は相談されてまして。はいはいははいはい。い。まあちょっとなんかやっぱり暴力を振るわれるっていう話をね、聞いてるんですよ。いや、それはちょっとかわいそうですね。はい。でももうちょっとじゃあそこら辺ちょっと聞いてきますよ。そうですね。ぜひぜひ、事情聴取お願いします。もしもし、市民安全課の桜美子ですけれども。どうもパン屋のみおです。お世話になっております。ちょっと、はいお聞きしてもいいですか？どこだったっけ？そちらの旦那さんからちょっと、はい。暴力を振るわれてるみたいな話を、聞いたんですよね。なんか今ちょっと旦那が今帰ってきたところなんですけれども。なるほど。そしたらなんか、ちょっとお話は聞きたいなと思ってまして、ご友人も共にいるので、まあ話しやすいかなと思ってまして、なんかどこかの、のよちょっとスバルさんのどこかでお話できればなと思うんですけど、今パン屋さんですか？今パン屋なんですけどちょっと立て込んでおりましてまた後ほどでもよろしいでしょうか？じゃあご都合が良い時に、ご連絡してくだされば。わかりました。大丈夫です。ありがとうございます。ご心配いただいて。いや、本当にはい身の危険を感じたら連絡してください。わかりました。ははい、失礼いたします。失礼いたします。これキツネ？ママ誰だったの？今の誰だったの？今はあれよ、ミコさんよ。ミコさん？あなたそうだがね。あなたが警察官を殴ったからパン屋さん？家族も殴られてるんじゃないかって心配してるわよ。パパはね、張り切っちゃうんだよね。かけられてるよ。パパ？一回ここでお話伺いたいみたいな。パパ？違う。いててててててパパ何したの？わからん。どうしたの？普通に生きてきた。嘘でしょ？それは嘘、それは嘘。それは嘘なの？それは嘘なの？なんでこんな事件現場みたいになってんの？いやなんか今通報があってなんか声かけてください。みこちがなんか話聞きたいみたいな話だったんで。いや話聞きたい？はい。ちょっとなんかさっきのみこさんの話ですと、はい警察官をみこちゃん顔血まみれすぎない？なんか DV でも受けた？大丈夫？違うんだよ。みこさんが
警察官殴って狂犬だから家族も殴られてるんじゃないかって違う心配してて。いやあれは違う、ストリップの女を殴ろうとしたの。とすな。殴らないでよ。いやいやケツ振ってたから殴られてわかんねえのかなこの女はと思ったわけ。おいだから殴ろうと思ったら警察だったからマリンの件ね。はいはい。そう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 迎えに来てそういうことね。そうそうそういうこと。そういうことだよ。かなで助けてくれよ。で仕事しろ。言ってやってくれ。ごめんサボりに来てたらお前仕事しろって。スバルスバル。コロネ。コロネさんには言われたくないですよ。確かにな。俺ら仲間だからな。ねえねえ、インカフェにさ、キャバ嬢が来たからさ、ちょっと行ってくるね。でもそのキャバ嬢に話があるんだパパは。じゃあ行ってきたらで、犬として接客しといて。わかった。パパキャバに行ってたのか。まあそう考えるとね、ちょっと不信感を抱いちゃうわよね、こちらとしてもね。記者さんに相談してみようかしら。どうしました？パン屋のミオです。分かっております。どうしました？どうも、うちの旦那がですね、はい。私がパン屋にいない間にキャバクラ通いをしていて、でしかも先ほどそのキャバクラで暴力沙汰を起こして警察に連行されたりとかしていて。今大丈夫なんですか？ちなみになんか私パン屋の近くにいるんですけど、なんかすそごいうなんですね。で今ちょっとどうしようか悩んでいて、もう相談できるのが記者さんしかいないなって。いやぶっちゃけちょっと警察の方にもちょっと暴力行為があったっていうことで、ちょっと私もイコさんに話してて。はい。おいキャバクラの女こっち向けほら。誰やおい。キャバクラの女こっち向け。ロボロボだ。あれ？キャバクラの女お前。おい後ろ。なんか無能の人、お前無能の不倫の人。は？不倫犬か。お前お前のせいでな捕まったんだぞお前がケツ振るから。でしょ。違う。あなた黙ってもらっていいですか？ちょっとこれからちょっとどうなるかわかんないんですけど、多分、はいあんまりいい方向にはいかないと思うんですよね。うちの旦那がもう逮捕されるってことですか？私はそう見てますね。その場合やっぱり離婚とかってやっぱお考えになられてるんですか？今のところ離婚は考えてないんですが、やはり今日私が見てないところでキャバクラに行って、しかもそこで暴力沙汰を起こしたっていうところがちょっと私間違っちゃったのかなって思ってしまって、それでちょっと相談したいなって。いややべちょっと待ってやばいやっちゃった。しかも天井に埋まっちゃったかもしれない。また天井に埋まっちゃったかも。天井に埋まっちゃった。ちょっと待って、これパン屋じゃね？パン屋さんまさかミオさんミオさん先生すみません。ミオさん大丈夫ですか？すみません。ちょっと旦那さんどこにいるんですか？そういえば。お腹が旦那はお水キャバクラの女に会いに行きました。ミオさんそんなになるまでだって今起こしますからね。ありがとうございます。ちょうどパンを買いに行こうとしてたんです。私も外に人が来ないように見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとしばらく松葉杖かもしれませんが。娘先帰るぞパパ。かなたもう一枚欲しいかなさん。先帰るぞ。もう広める。ボタンと送ってってパン屋まで。いいよ。ごめんね。パパさ機械音痴だからあんまりツイックス見てないんだよね。あ、ほんと。あほんとだ。そう。ちなみに有力情報くれたらいいことあるかもよ。ほんと？警察から。それは警察の誰かに電話すればいいってだけ？そう。オッケーわかった。旦那が帰ってきたわ。じゃあ私はこれにて。ありがとうございました。あれ目の前の車に乗ってるわね。
走ってた。走ってき旦那さん走ってきましたよ。私はじゃあこれで帰るなら今。帰りますね。はい。はいありがとうございましいや、ありがとうございました。た。また連絡させていただきます。はいはい、よろしくお願いします。はい。はい、はい。 Y で。こありがとうございました。また、の前で。また助け呼んでください。わかりました。キスしてるぞ。どうしたんすか？あの二人何やってるんだ。なんかさっき緊急医療がなんか立て込んでたっぽいっすね。てか、倒れてましたよ。おいなにどうしたんですか？どうしたんですか？おい、写真撮れ。どうしたんですか？ちょっとやばいちょっと待って。何が起こった？ちょっと待って。なんかもう操作がわからん。ちょっと待って。では、失礼します。頑張ってお仕事も。お前今見たぞ遠くから。何を見たって言うのよ。ふざけんじゃねえ。お前俺がストリップの女で我慢してるところのあんなやめてよ。来てください。ポルカさん見てましたよね。じゃキャバクラ金で解決してるじゃないかこっちは。さん治療します。こんな頭いい。今直してじゃねえ。見てましたよねあなたもね。やめてください。触らないで。ちょっとなんで？もうすいませんけど、違うんだって。署まで来てもらってもいいですか？ちゃんって見てないですか？はい、見てないな送りまーす。来ましたよ。はーい。ありがとねはいはい、いくらなんだろう見てみよう。 20万。何に殴られた？安っ。安いでしょ？今日初日だから特別サービス。こんなんじゃ儲けにならないじゃないの。もう心配になっちゃうこれ。優しいなお姉さん。お母さんって呼んでいいのよ。あなたのね、お父さんと私不倫してるから。今度からママになるかもね。本当ですか？ママになるかもしれないから、ママって呼ぶ準備しといて。ねわかりました。え、内緒よ。お母さんにはまだ内緒ね。どんな不倫って何？慰謝料の準備してるからね。不倫何してるの？まあ子供にはちょっと言えないわね。そん内緒よ。やばい、ちょっと強烈なストレス感じてる。大丈夫？オラクル聞く？ちょっと大丈夫。オラクル決めよう。ママのオラクル決め中。はい、決めてます。楽、もうそんな傷つけたり。すいません、ちょっといい声で泣くね。難しくて、なんか難しくなっちゃったかも。歌うの難しくなっちゃった。また買いに来るわね。はい、また。かなたちゃん、お母さんだよ。またね。パパ不倫してんの？嘘だよね。あの女のざれ言だよね、さすがに。ママなんてもうストレス値溜まってパパ殺す可能性あるもん。この幸せを、なんだよ今日言ってくれたじゃん、パパ最初にさ。この妻をもらってさ、この娘を授かってよかったなと思うよ。言ってくれたのに、あれ全部嘘だったん？ポルカさんにもちょっと喋っとこうかな。もしもし？もしもし。お世話になってます。カナダソです。あ、はい。はい、大丈夫ですか今。お家が大変なことに。何どういうこと？パパが暴行犯で今、減退。嘘でしょ？早くうちに来ないとやばいかもよ。今行きます。
パパ浮気してるかもしれない上にまた暴行したの？滞在をちょっとなかっただけよかったです。大丈夫か？違うんだって誰が悪い？パパが暴行犯に現行聞いてくれいや完全に聞いてください。この人が嫁に DV した挙句直してる救急の人を殺しました。違うあいつらできてるぞあいつらできてるから何が証拠いやさっき院長病院連れてきますか？双眼鏡で見たんだいや多分そうだと思うんで多分大丈夫。アーカイブを見てくれまつりアーカイブを見るんだオッケーオッケーです。アーカイブを見てくれでもとりあえずしょっぴきますんで。くそ俺が悪いのかなんか血話喧嘩が大きくなって殺しに発展したみたい俺が悪いのかあ大丈夫でしたよ。苦しそうにしてるわ。女才の木使いますいやわかんないです。殴り合いがいきなり始まってはいでもう誰も構わず殴っていったって感じですね。傷害事件です。ぶち切れでしたよ。ありがとうありがとうございます。よかったですいやわかんないです。多分今警察署内でこれから行われるんじゃないですかね。ありがとうございます。はーい。なでバウバウ。ありがとうございます。僕もありがとう。皆さんも大丈夫でしたか？大丈夫でしたありがとうございま私のせいですみません。いやいやとんでもないわ。こちらこそうちの旦那がでもいえ大丈夫です。もう旦那と呼べるのかどうかも不安だけれども、でもまあそれは皆さんのね気持ちやお子さんの気持ちの次第と思いますのでね、また何かあったら呼んでください。ありがとうございました。すみません。もし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 パパどうしたの？パパねちょっとやらかしちゃって何したの？ちょっとねママがね院長先生とねちょっと喋ってたらね、うんパパが嫉妬しちゃってうん院長先生のこと殴り殺しちゃったの。殺しちゃったの？そうそれでねそのまま現行犯逮捕その場にいたね記者さんのことも殴っちゃってでなんならママのことも殴ってたからそれはそのままね警察の人にもバッチリ目撃されちゃってパパそりゃ現行犯逮捕だよ。現行犯逮捕でお縄でもう連れてかれちゃったわ。パパ大丈夫かな？大丈夫かどうかわからないわ。マちょっとマどこにいるの？今パン屋なんだけどごめんねママとパパが離婚しちゃったりしたら。離婚すんの？嘘でしょ？マジ？じゃあママも結構ボコボコにされちゃったから。ひどいよ。わかった。あとはもう奥さんの気持ち次第だと思いますけど、ね、奥さんがそれでも旦那さんといるというのならでもジェイルは監獄行きは多分そうですよね。免れないと思うんですけどね。もうちょっと怖くなっ帰っててきたわ。きましたよ。あよかったよかった。おかえりかなたちゃん。かなたちゃんごめんね。ママが不甲斐ないばっかりに。ママのせいじゃないよ。どう考えてもパパのせいだよ。いやでもママも悪いの。院長先生となんか親しげにしてたから親しげって何？どんなことしてたの？ちょっとハグしたりとかしちゃった。何してんの？いや違うのよ。ハグしてんの？いや違うのよ。院長先生も悪い人じゃないのよ。ママそれやばいってやばいかしら。でもやばいよ。大丈夫よ。チューとかはしてない。本当に当たり前だろ。院長先生すごく優しくて。騙されちゃダメだよ。だってギャンブル狂いって聞いたよ。カジノに毎日通ってるって。そうなの？ママの前ではそういう風に見えないのよね。いや全然ツイッターしてるから、ツイッターで今日も負けたクソとか言ってたよ。いやママにはプレゼントくれるのよたくさん。やばいよママ。それ詐欺じゃない？騙されてるってこと？地面師だよママ。ほぼほぼ詐欺。騙されてる？
でもねママ僕さ、犬カフェでうんマリーさんってキャバ嬢のおばさんいたじゃん。あーいたわね。あの人に会ったんだけどさ、うんあなたのお父さんは私と不倫してるからあなたは私の子供になるかもしれないわよーんって。で子供には言えないことしてるって言われて、だからねこれ知らないふりしてさ、一回パパをさキャバクラに行かせようかなと思って。あなるほどね。そう様子を見るってこと？と変なことしてないかこっそりついていって。でもパパキャバクラで暴行事件を起こしたらしいのよ。待ってパパどこででも暴行事件起こしてる。パパ暴行ビンゴしてるこれ大丈夫かな。家庭崩壊の日じゃん今日。嘘でしょ。いやそうなの。マ一回じゃマもん間違えちゃったのかなって。ママ離婚すんの。いやまあちょっと検討中ではあるけど、でも離婚したらどうすればいいのかしらね。殺しまで来ましたすいません、耳毛が欲しいんですけど。お母さんだよ耳毛かなたちゃん。おお母さん？いやお母さん私なんですけど。あれ？ああなたね。あお宅の旦那は一体どこにいるんです？今警察署に。あそうですそうか。なんだ。もうあの人ったらしょうがないわね。違うバスケット持とうとしたら間違えた。あ、DV でちょっと捕まえましたよ。やっぱり DV したんですか。違う聞いてくれ来ちゃった。俺が帰ってきたらな、店に狐の委員長がいたんだ。そしたらな、俺はピンときてな、物陰で隠れて双眼鏡で覗いてたんだ。そしたらな、いきなりな、俺の妻とな、狐の委員長が店の前で抱き合ったんだ。そしたら俺はな、拳でな、妻とな、狐を殴ってしまったんだ。見ちゃいました、そこ。そうなんだ。俺が悪いんだが、でも抱き合ったのを見ちゃったからさ。不倫ってことですか。そうだ。不倫か。どうしたらいいこれは。なんか怪しいなと思ってたんすよね。なんかでも請求書が届いたぞ。殺人しちゃったんで、300万っす。 300高くつくんすよ。だってそう、これ払ってくださいね。そっか。俺は人殺しになっちまったのか。そしてこれからプリズンに行くことになります。ちょっと待って。こんなパン屋さんの店長さんだったんですね。バウバウじゃないよ。バウバウじゃないっつーの。キャバクラにもしパパが来たら連絡くれますか。まあなんならちょっとうちのパパが来そうな日にどういう過ごし方をしてるのかが知りたくて、誘ってくださいよ。我々を従業員として雇ってもらってもいいです。あなたがやるってもういいですけどパパがどういう過ごし方をしてるのかなどを偵察したいと思っていて。あなるほど。じゃあはいうちに来たらこのね仮面つけるからきっと多分バレないから大丈夫だと思う。そうですか。じゃあこの仮面つければねあなたがね嫁だって多分気づかずに楽しむだろうから。じゃあ今日のわかりました夜伺ってもいいですか？あいいですよ。かなくしちゃんもいいわね。はいあなたあれよちゃんと私たちみたいな服着るのよ。いいね。もう自前で用意してくってこと？あここにまあそうねそう自分で買ってもらうしかあげるとかできないかわら。かりました。じゃあ用意していきます。こういう感じね。こういう感じ覚えといて目に焼き付けてね。すごいんですけど、ういうパン感じねツなんですけども、はい。あでもハッピーうわーどうしようかな。ルイさんなんかはいはい。いろいろやばくてママとパパが離婚しそうで今日これなそうっすかね。なんかいけるのかな。ちょっと一回話してみますね。すいません先生。すいません。どんなことしてるんだよ。カナタソちゃん見てるお母さんよ。やばい委員長が発狂してますこれ。パパの本当の心を聞かせてほしいの。わかった。俺はハレンチな女が好きだ。遊びではいろんな女にうつつを抜かしてしまうけれども、もう一番愛している心に決めた女はママだけなんだよっていう話。あなたそれ本当に信じていいの？最後。最後はい。ちょっと